私が倒したあの犬に名前があったの？アリスだ。イカのおもちゃで遊ぶのが好きで、主人を守るために短期で飛び出した犬だ。私、何も知らないまま。そうだ、お前は加害者だったんだよ。創作心理学チャンネル物語部、俺は蝶だ。ページめくるです。今日もよろしくお願いします。カブソンダソン。蝶さん、大変なんです。は？どうしためくる？私が書いてる小説のヒロインが読者に嫌われちゃったの。嫌われた？詳しく教えろ。途中で視点を変えたらこんなキャラに感情移入できないって言われて。ふ。え？笑ってます？しゃらくせえ。嫌がられることを恐れてんじゃねえ？ラスアス2をプレイしろ。あの作品はな、主人公をわざと嫌わせることで傑作になったんだぜ。主人公をわざと嫌わせる？嫌われるの怖いよ、てなわけで今日はめくるにラストオブアスパート2で使われた禁断の物語テクニック視点交代を叩き込んでやるぜ。よろしくお願いします。ちなみに今回は作品の核心に触れまくるからな。ネタバレ注意だぞ。まず前提を話すぜ。ラスアス2は2020年に発売されたゲームだ。名前は聞いたことあります。こいつはな、ゲーム史上で最も評価が二極化した作品だ。二極化？メディアからは満点の嵐なのに、ユーザーレビューは異例の低評価が殺到した。同じ作品なのに？近年最高の物語体験という人も、史上最悪の裏切りという人もいる真っ二つだ。なんでそんなことに？この二極化の原因こそが今日のテーマ、視点交代だ。そもそも視点交代って何ですか？簡単に言うと、物語の途中で誰の目を通して見るかを切り替える技だ。英語だとパースペクティブスイッチ。誰の目？日常で例えるぞ。職場で A さんと B さんが喧嘩した。はい。 A さんの話だけ聞いたら B さんが悪いって思います。だろう？でも B さんの話を聞くと A にも問題あったなってなる。あ、それありますね。両方の視点を知って初めて全体像が見える。物語の視点交代も原理は同じだ。映画とかでもありそうですね。黒澤明の羅生門は同じ事件を複数の視点から語る名作だな。で、ラスアス2の何が特殊かっていうと、何ですか？この視点交代をプレイヤー自身がキャラを操作するゲームでやったことだ。あ、映画と違って自分で動かしてるから感情移入の深さが桁違いってこと？そういうことが。ここでクイズだ。めくる。クイズ？ラスアス2は主人公2人の視点を描いてる。制作チームには2つの選択肢があった。2人の視点を交互に挟むか、前半後半で分けるか。ふむふむ。どっちを選んだか、そしてなぜその構成にしたのか、答えは後半で教えてやれ。気になる。ラスアス2の構造を説明する。まず前作の話からだ。前作？前作はジョエルとエリーの絆を描いた父と娘の物語として愛された。多くのプレイヤーが10年以上この2人に感情移入してきた。10年以上。すごい愛着ですね。ところが続編の序盤でジョエルはあっさり殺される。序盤で？しかも殺したのはアビーという新キャラだ。そしてゲームの後半、プレイヤーはそのアビーを操作させられる。大切な人を殺した相手を自分の手で操作。構成はこうもっけ。前編はエリー編、
ジョエルのアダであるアビーを追ってシアトルへ向かう復讐の旅だ。それはプレイヤーも一緒に怒りながら進めますよね。ウルフの兵士を何十人も倒す、犬も殺す、こいつらはジョエルを殺した組織の一員だという正義があるからな。何のためらいもねえ。敵だから当然って感じですよね。で後編がアビー編。時間が巻き戻って同じ3日間をアビーの視点でやり直す。同じ3日間を？ここで明かされるのが、アビーの父親は医者で前作でジョエルに殺されていた事実だ。じゃあアビーにとってもジョエルは父のキューだったってこと？そうだ、正義は一つじゃなかったんだよ。ここでな、この作品で最も残酷な演出を教えてやる。残酷。エリー編で水族館に侵入した時、真っ先に襲いかかってくる犬がいる。敵の犬ですよね。ただの雑魚敵だ。返り討ちにして先へ進む。なんとも思わねえ。ゲームだとそうですよね。いちいち気にしてたら進めませんし。だがアビー編をプレイするとその犬に名前があることがわかる。アリスだ。アリスはアビーたちと旅をしてきた仲間の犬だ。イカのおもちゃで遊ぶのが大好きで、敵の侵入を真っ先に察知して主人を守るために短気で突っ込んでいった。それがエリー編で私たちが倒したあの犬。前編で何とも思わず殺した兵士たち全員に名前があり、友人がいて、趣味があった。ヨガの達人もいたんだよ。知らなかっただけで私たちも加害者だった。アビー編にはアリスとイカのおもちゃで遊ぶシーンがある。だがエリー編を先にやってるから、プレイヤーにはそれがアリスと会える最後の時間だと分かってるんだ。そんなの辛すぎます。これが視点交代の力だ。同じ出来事でも視点を変えるだけで全く違う意味を持つ。さっきのクイズの答えが、制作チームは2人の視点を交互に挟むのではなく、前半後半の分割を選んだ。交互の方が最初からアビーにも感情を移入しやすいですよね。なんでわざわざ。交互ならプレイヤーのヘイトは大幅に減る。最初からアビーの仲間にも同情して敵を倒すために罪悪感を覚えるだろそれはそれで効果的じゃないですか？う。だがラスアス2が狙ったのはもっと残酷な体験だ。もっと？何も知らずに殺していた自分を後から突きつけられること、これが前後分割の狙いだ。だからアリスのエピソードがあんなに刺さるんですね。先に何も知らずに倒しているから。前編の記憶の意味が後編で書き換わる。この意味の反転は前後分割じゃなきゃ実現できなかった演出だ。そう、すごい構成要素。じゃあなぜこれだけ巧みな構成なのにプレイヤーは怒ったのか、心理学で説明するぞ。お願いします。理由は3つだ。まず1つ目、第一印象バイアス。心理学では初等効果とも言う。第一印象？人は最初に受けた印象に強く引きずられて、後から矛盾する情報を受け取っても修正しにくい。第一印象が大事ってやつですね。アビーが最初にやったことはプレイヤーが10年愛したジョエルを殺すだ。しかもあっけなく。この強烈な第一印象の後に実は事情がと言われても心がついていかない。2つ目がルドナラティブディソナンス。遊びと物語の矛盾だ。ルドなら何ですかそれ？簡単に言うとゲームプレイとストーリーの間に生まれるズレのことだ。ズレ？アビー編ではアビーとして敵を倒す操作を強制される。ところが
その敵はエリー側の人間だ。操作してるのはアビーなのに、心はエリーについてる。手と心がバラバラ。2022年の学術論文では、プレイヤーは認知的にはアビーの苦しみを理解できたが、感情的にはエリーへの愛着が強すぎて共感が追いつかなかったと結論付けてる。頭ではわかるけど、心がついていかない状態ですね。3つ目が共感の非対称性だ。非対称？プレイヤーはエリーと前作から数十時間を過ごしてる。博物館の恐竜、ギターの練習、反抗期みてえな距離感、全部ひっくるめた記憶の蓄積がある。何十時間も一緒に旅したキャラクターですもんね。対してアビーに与えられた時間はゲーム後半だけだ。どれだけ丁寧に描いても構造的に感情の蓄積では勝てん。最初からハンデがあるんですね。じゃあ逆の話だ。なぜ一方では近年最高の物語体験と評価されたのか。それも気になります。脚本術にセーブ・ザ・キャットというテクニックが。猫を助ける。物語の序盤で主人公が弱い存在を助けるシーンを入れて読者の好感度を上げる定番の手法だ。最初にいい人だって印象づけるんですね。ラスアス2はこれを完全に逆転させた。アビーが最初にやることは猫を助けるどころかプレイヤーの大切な人を殺すだ。真逆。最大限のヘイトを先に集めてから後で人間的な面を見せる。通常のセオリーとは真逆だな。なんでわざわざそんな。先に好感度を上げちまっと視点交代の衝撃が弱まるからだ。嫌いだからこそアビー側のエピソードが一つ一つ刺さるってこと？そういうことだ。ヘイトが深ければ深いほど視点が切り替わった時の衝撃も深くなる。逆転の発想すぎます。同じ構造を使った作品がもう一つある。進撃の巨人だ。進撃の巨人、私も読みました。前半は壁の中の視点だ。敵は壁の外の巨人であり、正体は謎だった。はい、初期はそうでしたね。ところが中盤から壁の外の視点に切り替わる。すると敵だった存在にも歴史があり、文化があり、家族がいたことが描かれる。マーレヘン、あそこで世界がひっくり返りました。で、ガビだ。ガビ、読者に一番嫌われたキャラですよね。ある人物を殺したことで読者のヘイトを集めまくったキャラだ。だが物語が進むとガビは故郷を突然蹂躙され、敵の駆逐を願ったかつてのエレンと同じだと分かるように設計されてる。そこにあるのは悪意じゃねえ、無知と誤解だ。そしてそれはガビを嫌った読者も同じなんだよ。読者もガビのストーリーを知らなかったから嫌ってた。ネタバレになるが、ガビが泣きながら後悔を口にするシーンがあるな。島に悪魔なんていなかったと。ありましたね。ラスアス2のアビーもガビも作品が投げかけてるのは同じ問いだ。あなたはこの人を許せますか？答えがノーなら歴史は繰り返す。争いの連鎖は終わらねえ。でも全員がイエスと答えるわけじゃないですよね。ああ、めくるがイエスと言っても他の誰かはノーと言うかもしれねえ。つまり争いは終わらねえ。どうしようもないですね。このどうしようもねえ読後感こそが視点交代が人の心を揺さぶり強烈な体験を残す理由だと俺は思う。最後にな、ラスアス2のラストシーンの話をさせてくれ。エリーは物語の最後、アビーを殺す寸前まで追い詰め、復讐を果たす直前。だがエリーは手を止める。その瞬間、頭にフラッシュバックしたのは穏やかにギターを弾くジョエルの姿だった。
苦しむジョエルの幻じゃなくて笑顔のジョエル。エリーを復讐に駆り立てたのは苦しむジョエルの幻だった。だが復讐を止めたのは笑顔のジョエルの幻だった。前作でジョエルはエリーというたった一人の少女の命を救うために人類全体を救おうとしていたファイアフライを皆殺しにした。エリーには嘘をついて真実を伏せていた。でもそれがラスアスニでバレるんですよね。そうだ、その一件はジョエルとエリーの関係にひびを入れることになるんだが、ジョエルとの最後の会話でエリーはこう言ってる。多分一生そのことは許せないと思う。でも許したいとは思ってる。許せない。でも許したいと思っている。この矛盾を抱えたまま生きていくこと。それがラスアス2の出した答えだ。弱中。さてここからはめくる。お前にとっての本題だ。はい。さっき読者に嫌われたって泣いてたな。はい。教訓その1、好感度を恐れないキャラクター設計。日本の商業作品はキャラが読者に嫌われることを極端に避ける傾向がある。だがラスアス2は好感度より人間らしさを選んだ。確かに嫌われるのが怖くて当たり障りないキャラにしちゃうこと私もあります。嫌われることで物語は圧倒的に愛される。これがラスアス2の証明したことだ。嫌われるから愛される。逆説的ですね。教訓その2、情報の提示順序が全てを変える。アビーのバックストーリーを冒頭で見せたらかわいそうな女の子で終わる。最後に見せたから許せない、でも理解はできるになった。同じ情報なのに順番だけでここまで変わるんですね。教訓その3、これが一番大事が。人が他者に残酷になれるのは相手のストーリーを知らないからだ。エリー編でモブを躊躇なく倒せたのはそいつが誰かの友人で恋人で世が好きな人間だと知らなかったからだ。 SNS で誰かを攻撃できるのもその人の人生を知らないから。そうだ、物語が視点交代を通じてこの盲点をつくとき、フィクションは現実を変える力を持つ。翔さん、今日いつもより真面目ですね。うるせえ、俺はいつでも真面目だぜ。そう、いつもと視点が違う土にくぐるようちゅう。でも土の中は全部同じに見えるちゅう。でも視点を変えようとしていればいつか違った土に見えるかも。まとめるぞ。ラスアス2がプレイヤーを怒らせたのは物語が下手だったからじゃねえ、うますぎたからだ。怒りすら設計通りだったんですね。前編で感情移入を極限まで高めて後編で強制的に視点を切り替える。心理的抵抗が生まれるのは必然だ。だがその怒りを超えた先に記憶の意味が書き換わる体験が待ってる。正義と悪じゃなくて正義と正義のぶつかり合い。最後にめくるに問うぞ。お前は自分の主人公を読者に嫌わせることができるか？悪役じゃねえぞ。主人公やヒロインを嫌わせるんだ。嫌われることで物語は圧倒的に愛される。やってみます。怖いけどやってみます。嫌われる勇気を持て。それが視点交代の極意だ。張さん、今日はありがとうございました。ちなみにラスアス2は別チャンネルで実況してるから、興味のあるやつは概要欄チェックしてくれ。進撃の巨人のリンクも概要欄にあるので見てみてね。じゃ、まからん。バイバイ。弱中。夢から覚め